皆さんこんにちは、ミニッツ開発リーダーの岩崎です。ちょっと3D プリンター動いてて変な音するかもしれないんですけども、今日はミニッツカップのレギュレーションですね。ちょっと最近 GP6 クラスについてですね、追加レギュレーションを行ったこともあってですね、ちょっと問い合わせがありましたのでお答えしたいかなと思います。前回ですね、GP6 クラスの概要と、レギュレーションに関して一番最初にですね、紹介した後に問い合わせをいただいた件もあってですね、追加のレギュレーションを発表させていただいたんですけれども、ざっくりとですね GP6 は、そもそもがですね本来はそのまんまの状態で、出ていただくという感じのコンセプトだったんですけれども、新しいレギュレーションというか今発表しているレギュレーションの中ですね、割と当初想定していたよりはですね使えるオプションパーツが増えたおかげもあってですね、結構車に変更を加えることができるようになってしまったことがあってですね、ちょっとややこしくなっているんですけれども、全体の車両規定の中で、ビス、ワッシャー、あとナットの変更を認めるとはあるんですけれども、GP6 を除くというふうになっていて、でその GP6 の場合はそれらを変更できないというふうに書いたんですけれども、装着できるオプションパーツの中にですね、この MZW432 のオイルダンパーっていうのがあってですね、このオイルダンパー実はその GP6 のクラスで使えるこの MM2 のシャシーにつけようとすると、ビスト、ナット、ワッシャーなどをですね使わないと装着できないんですね。そのこともあって、基本的にはビス、ナット、ワッシャーの追加はダメなのが前提なのはそのままです。ただしこのオイルダンパーセットを、装着する場合に限って、この装着するためのビスと、あとナットですね、ナットとあとここに入っているこの金属製のワッシャーがあるんですけれども、こういったものの変更および追加を認めるという、特例みたいな形になります。このシャシー自体はですね、この状態で売ってる SP シャシーセットというものの製品なんですけれども、この製品をそのまま出ていただく分には全く大丈夫です。ただここにオイルダンパーがついていない車体をベースに後からご自分でオイルダンパーを装着する場合には、こういったナット等をですね、使っていただいても大丈夫という追加レギュレーションです。あとはですね、同じく車両規定のところに、ウエイトの記載もあったと思うんですけど、基本的にはウエイトも貼り付けはできません。GP6 に関して言うと、ついてるビスとかもですね、オイルダンパーのこの部分以外のビスなどは変更不可になります。あとはよく質問のあった、こういった T バーの下とかにワッシャーを追加してこのモーターケースの高さを調整したりとかっていうのもダメです。基本的にはついているものは、外すのも NG です。なので厳密に言うとこのキングピンの上についているこのクリップとか、あとはこのフリクションプレートの上下に入っているプレートですね、これを例えば片方抜くとかそういったことも NG になります。なので変更を加えていいのはもう本当に認められているオプションパーツをそのまま装着していただくことと、あとはこのオイルダンパーをつけるときに今言ったようにビスとナットとワッシャーの変更追加を認めるということだけになります。こんな感じでですね、ちょっと GP6 に関しては多少ちょっとゴタゴタがあったんですけど、もうすでにですねシーズンが始まっていて、ちょっと GP6 クラスで参戦しようと思ってた方にはですね、ご案内遅くなってしまいまして、でまたちょっと案内がですね複雑になってしまったことを申し訳なく思いますけれども、今年1年に関しては一応このような形で進めていきたいと思っています。で来年以降ですね、その GP6 の扱いとかですね、その他の例えば割とナローツーリングは近いと思うんですけど、ナローツーリング等も合わせてですね、ちょっとどういった方向にしていくかはまだ未定なんですけれども、今シーズンのレギュレーションがそのまま来期もですね続くかどうかは分かんないんですけども、今シーズンに関しては一応今話してきた通りの形で GP6 クラスは進めようかなと思っています。
なのでこのクラスに参戦しようと思っている方はですね、ちょっと注意していただいて車体の方を作っていただければなと思います。